新インプットシステム入門。今回は Unity の新しいインプットシステムを解説します。旧インプットマネージャーと何が違うのか、導入から実際のキャラ操作までを実例で紹介します。旧インプットマネージャーのコード例を見てみましょう。こんな感じでソースが長くなります。またこちらはキーボードのみなので複数のデバイス対応が大変です。新インプットシステムでは複数のデバイス対応を一元的に扱えるのが大きな特徴です。インプットシステムインストール、Windows、パッケージマネージャーを選択します。インプットと入力します。インプットシステムをインストールしましょう。インプットシステムアクションを選択します。ジェネレート、C#、クラスを選択します。アプライを押します。エディットインプロジェクトセッティングスウィンドウを押します。プレイヤーの入力設定、ムーブ設定になります。アタック設定になります。最新の Unity だと設定されている状態のものがあります。設定がない場合は自分で追加しないといけないです。また、設定されているものが想定しているもの以外は削除、想定しているものと違うものは修正しないといけないです。スマホのバーチャルスティックを作成します。プレイヤーを作成します。オン、スクリーンスティックのコンポーネントをつけます。ゲームパッド、レフトスティックを選択。スクリプトのフォルダーを作成。プレイヤーコントローラーのソースを作成します。ソースをつけます。スティックのインプットアクションアセットを取得できるようにします。今回使用するユージングを追加します。入力に必要な変数を宣言します。アクションのムーブを取得します。プレイヤーのアクションマップを有効にします。プレイヤーのアクションマップを無効にします。スティックの値を設定します。入力値を使ってプ
iPad ボタンウエストを選択。確認する際はシミュレーターに変更してください。テキストを追加します。領域を設定します。フォントサイズを調整します。テキストの色を変更します。テキストを取得できるようにします。ボタンのインプットアクションアセットを取得できるようにします。アクションのアタックを取得します。ボタン処理の取得処理。テキストを取得します。